大人のあなたが夢中で描けるアートクレヨン、グリーンファンディングでお申し込みくださいね。はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう。よかったね。柴崎もね、ご覧のように、今日も快調に絵を描いてます。さて、今回のテーマですけどね、こちらです。はい。ねえ、柴崎とペンテルさんでね、開発したアートクレヨンです。誰でも、本格的ね、手軽に描ける、もう素晴らしいクレヨンなんですよ。このアートクレヨンを使って、今日はね、あなたも多分知ってると思う、有名な絵を描いてみたいと思います。さあ、このアートクレヨンで柴崎、あの絵のどこまで迫れるかね。できるかな。楽しみにゆっくり見てくださいね。さあ、では早速ね、やってみましょう。今日使うのは、この、もうおなじみですよね。ペンテルさんのアートクレヨン8色カラーです。はい。では、これで描きますね。今日描くものは、ヨハネス・フェルメールさんの牛乳を注ぐ女の絵です。はい。さあ、いつものようにね、赤系の色で描き始めますよ。このフェルメールさんは、1600年代の中頃に、ネーデルランド、今のオランダですね。そこで生まれ活躍した人です。はい。さあ、イエローで塗り始めました。端が綺麗でしょ？ねえ、このアートクレヨン素敵なんですよ。で、日本で言うと、島原の乱がね、終わって、4代将軍家綱が幕府を、日本を統治していた頃の生まれたフェルメールさんですね。はい。さあ、今、黄色いお洋服のですね。はい。で、フェルメールさんは、こういう絵の傾向なんですけどね、当時から流行し始めたバロック絵画という描き方ですね。バロック絵画っていうのは、劇的な表現、あるいは明暗対比を強めたりね、豊かな色彩。もう豊かな色彩ですね。もう黄色とブルーの補色対比ですからね。さあ、今腕を太く描いてます。ね、これはもう風俗画ですね。フェルメールさんの得意な。だから当時のね、もう力仕事する人たちのもうその姿そのまま描こうとしています。で、さっき言った通りこのタイトルは牛乳を注ぐ女っていうんですけども、ヨーロッパではこれをミルクメイドというタイトルになってますね。ミルクメイドっていうのは、ミルクを絞るお手伝いさん。だからこれはミルクメイドじゃなくてキッチンメイドかもわかんないですよね、正しくは。ね、こんなもう太い腕ですね。そしてこの素焼きの壺かなその壺から、ミルクを注いでるというね、もうあなたもよくご存知の場面になってきます。はい。このバロック絵画ですねは、どんなものをね題材としたかっていうと、このフェルメールさんのような風俗画、それから生物画、歴史画、風景画というね、新しいジャンルが開かれたわけです。で、このフェルメールさんのこの絵の特徴はですね、もう人物画のところはねがっちり描くんですよね。それ以外のところはね比較的力を抜いたような表現にして、メリハリをつけて描くというのが特徴ですね。今ここねテーブルの上にパンをちぎっておいてありますね。一説によるとね、今ミルクプディングをね作ろうと思ってるのかなっていう、そういう話もありますけど、あなたはどう思いますか？ねえ、美味しそうですね。大きな今牛乳を注いでる
熱は、その中注いで、ここで煮ようというわけですね。ミルクですね。はい。ダッチオーブンですね。さあ、では後ろの壁を描きましょうね。ここはさっきの比較的あっさりと書いてあります。ここに何かカゴのようなものがあるんですけども、ちょっと細かく書いてあるようでも、人物に比べると力を抜いたように表現してますね。これもクレヨンでね書くんだけど、なかなか難しいですね。これはね、なんかわからないんだけど、なんか銅のような光沢のある金属質のものですね。そしてフェルメールさんの絵というと、この明るい窓から差し込む光ですね。ガラスですよね。日本ではね、4代将軍家綱さんの頃だから、まだ一般の人はガラスなかったと思うけどね、ネーデルランドの、お金持ちの人はガラス窓ですね。出発機こんなふうにやってちょっとね窓の線を決めてます。と言いますのも、一説によるとフェルメールさんもこの直線を引くのにですね、日本でいうと大工さんが使う墨壺ですね。あれ糸に黒い色をつけてパチンと弾いて直線描くでしょ。なんかそんなふうにやって直線を引いたんだという説がありますので、フリーハンドじゃないんですね、こういう直線は。だから柴崎もそれに見習ってですね、今この定規でね線をかっちり引いてます。そうしないととてもフェルメールさんの直線に太刀打ちできないからね。はい、こんな感じです。どうかな。さあ、それでちょっと今細かく書いてるんですけども、よく見るとね、このパンとかこういうね、カゴの取っ手のあたりね、結構点描で書いてあるんですよね。はい、これがこの絵の特徴ですね。はい。そして、赤い、スカートですね。とてもこの辺カラフルですよね。はい、これが当時のバロック絵画の特徴ですね。はい、で壁はだからその割にとてもシンプルなので、柴崎はこんな色を重ねて、漆喰壁の表現をしてみましたけど、どうですか？はい。足元、これね、なんかあるんだけど、なんだろうと思ったけど、これ足をね、温めておく安価のようなものらしいですね。はい。とても勉強になりますね。こうやって思い出してみると。で、このブルーのね、腰に巻いたブルーの色、綺麗でしょ？これがフェルメール絵画の特徴なんですけども、というのもフェルメールはですね、このブルーに当時ね、純金と同じ、重さで取引されたとても高価なラピスラズリをね、で作ったウルトラマリンブルーを使ってるんですよね。だから、今で言うとダイヤモンドを散りばめたりようなもんですよね。なんでそんな高価な絵の具を使ったかっていうのはね、実はおばあさんがとってもお金持ちでね、それが可能だったみたいですよ。はい。では今、リンネルの白い、紙覆いかぶった、そこを描いてます。風俗画ですのでね、当時の人の生活や、ファッションがそのままね、忠実に描かれているらしいんですね。だからこういうフェルメールさんの絵は絵画として楽しめるだけじゃなくて、当時のね生活様式、そういうことにも研究にも役立つと思いますね。さあ、お顔なんですけどね、結構大変です。これははっきり言って。はい、頑張って見てください。柴崎の手と比べてどのくらいお顔がちっちゃいかね。もう泣きたくなるぐらいですけどね。はい。この黄色い、上着ですけどね。これは鉛と鈴のねから作ったイエローです。はい。だからね、とても色綺麗ですね。黄色とこの、フェルメールのブルー、ね、補色体ですからね。
もうパッと目を引く絵ですね。はい。ここね、縫い目がもうよく描かれています。これもね、なんとか頑張ってね、こう少しでもフェルメールさんのブルーに近づけようとしたんですけど、どうでしょうか。はい。さあ、で、後ろですね、漆喰壁。ね。これは結構本当にさっぱりとした表現になってます。でね、ここにね、こう釘とかね、釘穴があるんですよ。またよく見ると。ここちょっと書きますね。こんな感じです。どうかな。よし。ね。もうよく見ると本当に勉強になります。フェルメールさんがポーって書いてあるのかということですね。さあ、これで、出来上がりですよ。はい。はい。ということで、書き上がりましたよ。これですね。フェルメールの牛乳を注ぐ女ですね。アートクレヨン8色で頑張ってみました。まあ、いろいろね、色を混ぜ混ぜして、結構迫られたのかなと思うけど、細かいところ書くの大変だったんですね。楽しんでもらった？さあ、で、柴崎はですね、1月の16日から26日まで、銀座にあるね、銀座第7ビルギャラリーの2階で、個展を行います。まあ、ちょっと遠いとこ、ね、お住みの方もいると思うんですけども、もし、都合がつきましたら遊びにお立ち寄りくださいね。お待ちしてます。さあ、ということで、今日はフェルメールの絵をアートクレヨンで描きました。ね。また次回、違うテーマ、違う作品であなたとお会いしたいと思ってます。今日もね、長い時間、最後まで見てくれて本当にありがとう。またすぐにお会いしましょうね。はい。どうもありがとう。はい。ありがとうね。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない、柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴厚メンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴厚のメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。はい、よろしく。